グリルが 3D プリンターで作る。はい。なのでいろんな形ができるんですね。ええ。あ、そうですよね。細複雑な形状がかいんでね、できちゃうこれ見て。ここ細かいんで 3D プリンターでできたもの。こういうところもある。裏側とかですね、はい作れるんですけど、で今我々ってオプションのグリルが1種類しかないんですよ。はい。データだけを販売してお客様がプリントする時代が来ると思ってるんですよ。なるほどね。なるほどね。そうすると、はい。我々が10種類ぐらいデータを用意して、その中からお客さんが選ぶ楽しさを提供したい。そう面白いじゃないですか。じゃあ自分ワンオフある意味では自分のなりのカスタムができるというか。いいなあ、なかなかの考えじゃないですか。でこういうはい傷つき防止塗装ですね。はい。こういう施してあげることによって今まで行けなかったアップロードに行けるようになる、お客さんが後押ししてあげる。傷つきにくくなるということですよね。はい。でこちらが、はいこれも 3D プリンターです。これも、は 3D プリンター出したまんまなんですけど、ここいろいろ4箇所全部違うアイディアがついてるんですけど、これはもう将来的にお客さんがデータを今度は作る時代が来る、あれの次にはお客さんがデータを作る時代が来ると我々は思っているので、今回 DMM さんと協力してこれは本当に 3D プリンターを出したまんまです。塗装もしてない。考えたことですよね。お客さんがデータを作って、お客さんがプリントして、それを置けるベースを我々提供したんです。っていう思いからこれやってます。面白い面白い。で、これがドアプロテクターなんですけど、ただのドアプロテクターだけじゃなくて、こういうふうにお客様が好きなように紐をかけれて、なるほど。まあこういう状態。なるほど。で、これただのマグネットなんで取れるんです。で、こういうとこマグネットつくんですけど、実際直接つけたくないじゃないですか。まあそうですよね。なのでプロテクター越しにこうやってつけれたり。なるほどね。あとお客様がこうやって紐を自分で押したりこうやってかけることによって、これ外に物がかけられ置けたりかけられたりするっていうのが、じゃあキャンプとかするときにこうタオルとか何でもこうゴミ袋とか確かにね。で車にこれがあるからプロテクターがあるから車に傷がつかない。賢い。どう考えてるんだよね。いろいろとすごいよ。でこれがレイトナーっていうアメリカのねメーカーさんで、日本では初公開になる横開き。横開き。日本のトラックみたいに横開きっていうのはねなるんだよね。入れやすいんだよね。これこう上にしか開かないんだけど、こうやって取れない。そう形がないんだよ。また。でこれは横から取れるから。賢いわ。これもね。すごい。でラッピングもラッピングの上にこれはプリントしてます。ターコイズブルーをプリントしてる。ラッピングの上にこれをプリントしたターコイズ。葉っぱとかで自然との共生をですね。スバルですよね。環境も大事にっていうことですよね。であとはここにあるのはツツジの花なんですよ。ツツジの花っていうのは我々の会社がある太田市、群馬県太田市の花がツツジなので、なるほどね。地元の誇りっていうのも愛があるって。あとでもこういうところもね細かいんで面白いなと思う。プロテクターなんですよね。プロテクターに。でプロテクターだけじゃなくて、マウンテンバイクのハンドルの高さがちょうどここに来るんで立てかけられるようになってる。本当にね日本ではね普通はね考えないところまでは考えてこうやるからすごいなと思う。で今回は東洋タイヤさんのオープンカントリー AT を履かせていただいて、でホイールはこれ純正のオプションです。でここにだけターコイズブルー入れてるのはバルブの位置が一発で分かるように。分かるように探されて機能がある。そういうところだよニノさん。すごいのはアメリカでもそういう考える人いないの。いやこれ日本人はすごいところだと思う。俺ツーサムズアップだよこれは。ありがとうございます。あとはブラストトレールさん、日本のブラストトレールさんとコラボさせてもらって、やはり日本には日本のトレーラーがあるということで、ブラストトレールさん、日本の道路事情をよく知って、今回は選んでいます。でその上に同じくアメリカのレイトナー、要は日本とアメリカのコラボで、それこそスティーブ的視点じゃないの。そうですね。間違いないですね。間違いないです。いいですか。スバルドッグですか。スバルドッグですね。これワンちゃん売ってるんです。ワンちゃんの可愛いし。でこれ我々のボスです。
ボスビッグボスでこれがイージードッグさんの商品でアンチショックなんですね。なるほでそれも一応我々とコラボしてはいオンラインショップで売ってすごいよもうすごい車以外の面でもいろいろ車一応ベースとしてもいろいろその関連のことまでは考えて開発しているっていうのはすごいよ。でこのフェンダーも特別に作ってもらったんですけど、この開けたことでこれ自転車のこのハンドルの径と同じにしてあるんですよ。そうすることによって今お客さんが持ってるものをそのまま使える、新たに買い足さなくてもここにだから GoPro マウントとか撮影するんですよ。その GoPro マウントはそのまま使う。他もあるんですかそれ以外はまだまだあるすごいよ。このグラフィックは昔のブラッド、ブラッドね後ろに後ろの席がついてたブラッドが人気だったね。アメリカでねすごい人気だった。そのグラフィックをこうやってやって確かになそのラインだったんですよね。ブーストギアっていうかっこいいよかっこいいめっちゃいいですね。素晴らしいね。ハンバーガーちょっともうアメリカでイネナウトですかイネナウト大好きいいな。マウンテンバイクが縦に横に中に邪魔にならないのまだ実は中に入ってる見せない中ちゃんと入ってるこの中に今開けられない開けれないですか。開けましょうか。見てはいけないところは見るのが好きなんでね皆さん間違いないです間違いないですはいってもらいました。中に実は見せないんだけど、やっぱりちゃんと使うものが入っていて、その中からなんか感じるオーラとか匂いとかそういうのを大事に匂いに反応しましたよ。コーヒーの匂いがね今回しないね。今回の匂いじゃあでも、コーヒーの匂いかなと思っていやいいよね使える本当トレーラーもよく考えてデザインされたものだと思います。素晴らしいです。ありがとうございます。オートプロデュース A3 のブースに来てます。今日初めて見たのは、WRX は WRX なんで、ちなみにブルーはやっぱりスバルといえばこのブルーが一番自分を好む色なんですけど、この WRX と普通の WRX の違いはポイントはこれですね。ワイド感ができた。やっぱりこのね迫力のある車ちょっとワイド感があった方がこれに合わせるとかっこいいなと思うので8ミリぐらいのこのオーバーっていうかかぶらせたものがこれあってさらにもともと3つしかないこのダックが4つになっているのはかっこいいなと思います。そしてこれねブルーに黒なんだけど反対の方を見ると同じ色ボディカラーに合わせた感じのものもありますね。どっちがかっこいいかな。これに合わせるとやっぱり黒いスプリッターと前のディフューザーとサイドもあると黒かなブルーよりも。でもどっちもかっこいいと思います。ちょっとワイド感があってサムズアップですね。この車のサウンドがすごいよ。著作権に引っかからない程度のちょっとだけ流します、普通の純正のサウンドよりすごいのはこの車にあるスピーカーのおかげです、今までなかったようなスピーカーが、できたのでちょっとご案内したいと思います、こちらにあります。見てください。今ね車の中で聞いてきたんですけど、やっぱり普通の本当は純正のステレオよりすごく綺麗に低音から本当はもう高音までは綺麗に聞こえるのはこういうスピーカーのことです。これはね今までスピーカーがほらスピーカーがあるとしますよね、裏にそのままもうスピーカーの形が見えるものが普通なんだけど、箱に入ってるスピーカーになる、そうしたら、車の中のそのデッドニングとかその響くこととか変なのがもうないように、こういうものを開発されたそうです、素晴らしいスピーカーと、もうあとねサイズと考えるとあまり隙間がないんじゃないですか普通の車のドアの中で、だから箱もやっぱり作られるとってなると
小さね、もうまだ車にもう入るぐらいのものにはいはいならないといけないので、すんごいもう音楽好きな俺として、はい演歌でもJ-POP でも、はいアメリカの音楽でも、はいこういうスピーカーを聞くと本当にもうドライブがもうさらに楽しくなることなんだよね、車の中でカラオケが楽しいんじゃないですか。それも一人カラオケもバリバリなんだよねこれはこれ2サムズアップだよみんな。1号館の中、スティーブ・テキセンのブースも1号館にあります、松田のところなんですけど、ここにもリバティウォーク、がいます。リバティウォークのブースは相変わらずもう人気ナンバーワンじゃないですか。みんな元気でいつもね笑顔でおはようございます。リバティウォークのブースなんでね、綺麗な担当がいっぱいいるの。こちらなんでうちのブースはねおっさんしかいないのおっさんしかいないスティーブ・テキシテンのブースはね、なんかちょっとね作戦は考え直ししないといけないよね。これからは頑張ってください。サムズアップです。ちょっと回りましょう皆さん。はい、見てすごいよ。リバティは車以外も本当にブランディングで、あらーどうも久しぶり。サムズアップすごい相変わらず素晴らしいですよ。頑張ってますね。ちょっと覗かせてください。はい。回りましょう皆さん。ここからはい。ここに行って見て。すんごいグッズ。もうブランディング。リバティウォークのすごいところは車の改造車から本当一つのブランドになったことがすごいんだよね。皆さん。こうブランディングはすごいんよ。勉強になります。本当加藤社長のやり方を考えると、車屋さんからこのもう一つのブランディングができたっていうことは素晴らしいこと。リバティブランド、リバティウォークの面白いよね。本当にもう車の改造から改造屋から一つのブランディングができることがすごいことなんだよね。ここ見てください。もうオートサロンにあった車両、オートサロンにアバースと、そしてこれもこの間見てきたんだよね、東京オートサロンで。俺バイクもこれハーレーじゃない？そうですね。これはハーレーのトライクじゃないです。ハーレーのトライクで三輪車でリバティウォーク仕様なんだ。バイクまで。次は何なんだろうね。トラック、バイク、旧車、言語、何でもやるんだよね。加藤さんがすごいよね。本当に。これもこれ見たい。この大型見てみよう。あれこの間これオートサロンにあっただよね。いいよね。かっこいいよめっちゃこのトラック大好き。この間このウィングを見ようとしたら、これねちょうど加藤社長が出てきて最後まで見れなかったんだけど、見てこのステーこれマフラーもすごいよ。ここに来て、このところいいよね。かっこいい。太い日本でこのウィングもすごくて、このステーンがすごいよな。素晴らしいよね。そしてこのアバースでしょ。駐車待ちなので近くでね見れなかった車があるので、これ見てみたいと思う。これまたねアットスカはいいんじゃない？皆さんこれはめっちゃかっこいいよ。前はやっぱりもうオイルクーラーが俺の箱スカみたいにね、もうオイルクーラーがあって、これはいいよね。色もすごくいい。かっこいい。そしてこれケンメリー、この間遠くからしか見てあまりゆっくり見る時間がなかったんだけど、スマーフ仕様だよね。スマーフいいね。中もなかなかシンプルでおしゃれな車なんだよね。中もステンレスで全部仕上げてる。カーペットなし、ロールバーがあってなかなかの車なんだよね。かなりレーシーですね。だよね。これラッピングでしょうね。すごいよ。また発想がすごいよね。この車確かにオーナーさんがパウンタックのオーナーさんと同じなんだよね。そうリバティワークすごいよね。あっちの方にも回ろう、ね。あっちにもね車がいっぱいあるから、こっちに来てください。見て、何でも本当にもう一つのブランディングの会社になってます。かっこいいですよ。ケイメリは初めてゆっくり見させていただきました。めっちゃいい。全部このテーマがもうこれサムズアップしましょう。そうだよねありがとうございます。カウンタック見に行きます。行きましょう。はい
ニノこれまた別のトラック、この間オートサロンにあったトラックではないんだよね。これと違うんだよね。それかもしかしたらこれ去年の白だったのかな。また別のやつ。それまた別のトラック。あ、そうなんだ。かっこいいよ。お、中に乗れる。いいね。あとでまた来よう。これ三菱のスーパーグレートですね。スーパーグレート。グレート。わあ、いいな。スーパーグレートがなのはこのオートザムだよ。スーパードゥーパーだよ、これは。皆さんちょっと入ってきて。うわあ、キムさんがどの車よりその AZ1 を気に入ったらしいよね。さっきね、開けてもらって中に座ったらキムさんはね、もう笑顔がここからここまでもうすごいことになってたんだよ。これが一番だって言ってた。キムさん、Nice AZ1, huh? That's amazing. Look at you. This is how it should be. This is it, huh? Yeah. そして F40 はもちろん、あとそのケンメリーの車のオーナーさんはこのカウンタックのオーナーさんらしいんだよね。クンタックですか？え？クンタックですか？あ、クンタックだよね。クンタックいいよね。ヒューマンの車もなかなかこの FC はすごいよね。見て、いつかスティーブ・テキステンのブースはこういう感じになるのかな、ニノさん。うん。とにかくおっさんしかいないのはちょっとそれもすぐにもうちょっと考えなきゃいけないんだよね。そう。一人ぐらいでもね、可愛い子が欲しいよね。はい。ね、まあとにかくリバティウォークにいつも2サムズアップです。大阪オートメッセが終わりました。短縮の時間になったので、この時間が一番面白いと思うので、見るだけじゃなくて聞こえる、匂いも。サニトラいいね、最高。ご視聴ありがとうございました。関連動画こちらとこちらにありますので、よかったらチェックしてみてくださいね。チャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知ボタンをオンにしてね、よろしくお願いします。